おととし9月、大阪府高石市で高齢の女性が自宅で亡くなりました。餓死でした。同居する当時49歳の息子は、貯金が底をついたが役所に相談しづらかったと話したそうです。理由は戸籍がないからでした。奈良市に住む市川真由美さん55歳です。無戸籍の人を支援する会の代表を務めています。この日は餓死した高齢の女性について事情を知りたいと高石市を訪れました。綺麗やろねえ、綺麗やね。もう1年近く経つのにまとめ汚れてない普通のね。分からなくて当然です。それは市川さんが離れた少しの間でした。餓死した女性の自宅に近づく男性が、市川さんはとっさに駆け寄ります。女性の息子でした。今は別の場所で暮らし、この日は郵便物を取りに来たそうです。市川さんが話しかけると、息子は何も語らずその場を立ち去りました。今後、不都合なことっていうか、何か行き詰まったようなことがあった場合にお役に立てることがあれば連絡いただけるようにお声掛けをさせていただきましたけど、大丈夫ですっていうとのご返答でした。法務省は戸籍について、人がいつ誰の子として生まれ、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものとしています。世界でも珍しい家族を単位とする登録制度です。それゆえ、戸籍制度は封建的で時代遅れだとする指摘があります。けれど、出生届が出されず無戸籍となった人は、日本人であることすら証明できず、住民票が作りづらいなど、たびたび苦境に立たされることに。戸籍がなく、一度も学校に通ったことがない32歳の男性です。ちょっと難しくなってますね。どういうところが難しいですか？やっぱり計算の数字が大きくなっていくところがちょっと。28歳、無戸籍のシングルマザーは、なんで産んだのって、産まなきゃ私こんな苦労することなかったのに、なんで私を産んだって、本当にまあこの感情はやっぱ変わらず、いまだに親を恨んでますね。しいたけこれさ、もう一個いる？パック。それだけでいい。戸籍がないため結婚できない女性がいます。りゅうちゃん行くで。一緒に経験して、一緒に乗り越えて、一緒にいい夫婦にならな感じ。戸籍を得るのは簡単ではありません。ここなんて書いたいですか？この前帰化申請みたいな感じで書いたんですけど、必要目的。結婚ってないの？市役所に1回行ってさーって首をかしげられるのを見るだけでも、無戸籍者は自分が悪いことをしてるように勘違いされる方がほとんどなんですよ。何も悪くないんですよ。
戸籍取得に乗り出してももう一番最初で心が折れてしまうんですよ。次が市役所に行けない、次が法務局に行けないとか、その次の動きができなくなってしまうから、一緒に伴走して次も一緒に行くよっていう、最後まで一緒にいるよっていうスタンスでね、歩んでいきます。国が把握している無戸籍の人たちはおよそ800人ですが、実際には1万人以上に上るという推計があります。戸籍がないことで強いられる幾多の困難、存在しないことにされた人たちと支援に取り組む女性の日々です。市川真由美さんは夫婦でイベント会社を経営しています。戸籍がない人たちを支援するようになった理由、それは6年前会社で働いていた女性にマイナンバーの提出を求めたことがきっかけでした。マイナンバー制度始まってもういよいよそれ出してくれないと困るんだけどって言った時に、いや自分の住民票が何回市役所に探しに行っても取りに行ってもないって言われるんですっていうの。いや嘘でしょって思うでしょ。私もそうだったんです。嘘でしょと思ったの。で母親の方になんとかなんでどこに住民票があるのっていうのを聞かせたら、そもそも出生届出してないよっていうことが分かって。戸籍がないことにショックを受け、支援する会を立ち上げました。助けてほしいと連絡があればどこにでも駆けつけます。この日は埼玉に向かっていました。ここですかね。取り組みに賛同する企業や団体、個人から寄付はありますが、大半は手弁当です。会社経営との両立で休む暇はありません。寝ちゃったの。寝ちゃったの。どっちか落ちてる。どっちか起きてる。両方寝ちゃったの。残念だったな。この日訪ねたのは戸籍がない28歳の美佐子さんです。小学3年と1年の2人の娘と暮らすシングルマザー。おととし市川さんに助けを求めてきました。私が生まれた時の領収書がある。これ美沙ちゃん生まれた時の領収書？そうよ。よかったね、とりあえず。でしょ。この生まれた時の領収書があって、こういうのがない人たちもいるのよ。これでだから美沙ちゃんの年は確定されてるわけなんだからさ。美佐子さんの母親は夫の暴力に耐えかねて逃げ出し、しばらくして別の男性と事実婚の関係になりました。そして生まれたのが美佐子さんです。母親は法律上の夫の戸籍に美佐子さんを入れるのが嫌で、出生届の提出を躊躇しました。いわば社会に存在しない人となった美佐子さんでしたが、学校には市に掛け合い小学2年から通います。けれど美佐子さんは年齢を重ねるたびに戸籍や住民票がないことでたびたび困難に直面しました。中学では先生から戸籍がないと進学できないと告げられ、自らが置かれた状況に絶望したそうです。
やがて美佐子さんはある男性との間に娘を設けます。子どもたちが自らと同じ辛苦を味わうことのないよう出生届を出しますが、市役所の担当者から戸籍がないと結婚できないし出生届も受理できないと告げられたそうです。男性は2人目の娘が生まれた後姿を消しました。働きたくても住民票やマイナンバーがないとなかなか職には就けません。去年祖母が亡くなり生活を支えていた年金を失い困窮します。お金稼げないイコール何もできないし、だからそうなるとじゃあどうするって言っても今ね一回風俗で働こうかなって、もうそっちやったら少しはお金稼げると思って、でもそこでもやっぱり差し掛かったのがその住民票マイナンバーカード。もうその夜の業界でさえも住民票がないとダメっていう業界が今すごい増えちゃって、もうそうするともう本当に、ね、気持ちがすごい沈んじゃって。美佐子さんはホームページで市川さんの存在を知り、このままでは生きていけない、娘たちと無理心中を考えていると打ち明けました。通常学校や勤務先近所の人から戸籍のない人が存在している証を集め、戸籍を作るための申し立てを裁判所に行います。戸籍がない人への支援は珍しく、市川さんはこの7年で11人の住民票と6人の戸籍の取得にこぎつけました。国は無戸籍問題の解消を政策に掲げています。このため国は2012年にも戸籍を作るための集積などを裁判所に申し立てさえしていれば市区町村長の判断で住民票が得られると通知。ところがこの通知を知らない役所の担当者は意外と多くいます。健康保険や義務教育などさまざまな行政サービスは住民票と紐づいているため、おのずと社会のセーフティーネットからこぼれ落ちてしまうのです。美佐子さんは中学の頃から市役所に相談してきました。けれど担当者の無理解で話は進みません。今回市川さんが市役所に国の通知を伝えると事態は急転。わずか2週間で住民票とマイナンバーカードを手に入れます。そして去年7月にはそうだ念願だった娘2人にも住民票が。3人の名前が記載された初めての住民票です。美佐子さんの長年の願いが叶いました。嬉しくてなりません。もうこれだけあれば全然違うんで、本当世の中ね、本当身分証でしか動けないんで、これがあって本当ね大切なものなんだなって、こんなね薄っぺらい紙1枚、カード1枚。住民票ができると早速負担しなければならない費用が発生します。国民健康保険料などは最も長くて2年分を遡って支払わなければなりません。市川さんは美佐子さんと市役所に何度も足を運び、支払いの猶予を求めます。保険や福祉、教育など
さまざまな部署の担当者と話し合いを重ねなければなりません。保険というのは病気になった時に病院にかかったりする大事な制度ですので、それはご理解いただけるかと思うんですよね。戸籍がいろいろ事情でねなくてもやっぱり病院にかかることはあるので、やっぱり保険に入っていただいて何かのためにそういうふうに保険証を作ってもらいたいっていうやっぱりなんかそれは分かるんです。もちろんその権利があることも分かるんです。で、この支払いを相談ができないかって言ってる。それ全然そのことだけで、だからその相談の仕方を知らないんですよ。それはもう今ちょっと前に話したように、いろいろこれからご相談とかするようじゃないですか。まず私思うにはまず今の現状をよくしてもらうの、それが最優先だと思うんですよ。で、税金の方はもちろんこれは納税の義務っていうのを歌ってますけど、でも今それよりまず生活をよくしてもらうことは先だと思うんですよ。で、その間うちの方は全然待つのは。でもね、これがね来ちゃうとね、怖いので、これはですね、これは税金の制度上、督促上っていうのは申し訳ない、どんな事情があっても制度上出さなきゃいけないんですよ。でもこれを無視し続けてて、ある日突然大きなことになっても困るので。でもそうならないためにこうやってお会いしてるわけじゃないですか。住民票を得て仕事探しはこれからです。収入が安定するまで市川さんの支えは欠かせません。当分の間、埼玉に通う日が続きそうです。28年間戸籍や住民票がないまま生きてきた美佐子さん。ようやく住民票はできましたが、戸籍はまだです。2人の娘たちのためにもなんとか戸籍を手に入れたいと願っています。もう産んじゃってごめんなさい、私と同じことになるってね。やっぱ昔より今の方が断然ね、マイナンバーカードだとかなんだとかでもすごい厳しくなっちゃったじゃないですか。この子たち大きくなったら働けない、どうしよう、まずいって思っても本当ごめんなさいとしか言えなかった。やっぱり出生届とかは出そうとされたんですか？もうね、産んでちょっとした時に役所に来て子供だけでも出生届出したいんですけどって言ったら、お母様に戸籍がないと無理ですって、いやだからそこをどうにかしてほしいんですって、子供だけでもいいからって。この日、市川さんは美佐子さんを連れて東京霞が関にある日本弁護士連合会を訪ねました。美佐子さんの母親はフィリピン人です。国籍問題を専門とする弁護士に相談すれば道が開けるのではないかと考えました。役所の方は入れないんですよね。お子さんに関しては日本人の男性から認知が終われば法務局の方に行って国籍を取るというのは極めて難しくない話っていうか、届け出をするだけで、特に裁判所の決定があると比較的短期に認めてもらえるので。2008年、国籍法が改正され、父母が結婚していなくても子供が未成年のうちに日本人の親が認知すれば日本国籍を取れるように。国籍を得た後1ヶ月以内に市町村に届け出れば戸籍はできます。ところがすでに成人した美佐子さんは一旦母親と同じフィリピン国籍を得て日本に帰化を求めるなどしなければなりません。戸籍取得への道のりは極めて険しそうです。もう27年前に遡っちゃいますけど、
その時にお母さんも美佐子さんを産んでどうしようっていう時に適切なアドバイスや支援が受けられなかったっていうのがとても残念なんですけど、27年前っていうと、無戸籍の問題とかも知られてなかったし、支援できる弁護士とか体制も少なかったのでやむを得なかったのかもしれないんだけど、もう少し美佐子さんが小さい頃にきちんと身分関係の整理ができていれば今こんなに怯えて暮らす必要もなかったっていうか、もうちゃんともう極端に言えば20歳前だったら彼女も簡単に日本国籍を取ることができたので、美佐子さん自身が20歳の前に手続きが終わってれば美佐子さんも日本人、子供も当然日本人っていうことでもう全然今と違う人生だったので、そこがねすごく残念っていうかね、適切な支援につながらなかったのが残念だなと思いますね、そこは。すでに内縁関係にあった男性に対し娘たちへの認知を求めて裁判を起こしている美佐子さん。今は2人の娘たちの戸籍を得るためそこに力を注ぐことにしました。幼い頃母親を亡くした市川さん。父親は海外航路の船員で家を留守にすることが多くありました。寂しい思いをして育ったそうです。結婚し一男一女を設け忙しい日々を送りますが、戸籍がない人の存在を知ってからはどうしても放っておけなくなりました。どうしようもなくて、その親も出生届が出せない状況下にあるわけだから、その状況をずっと引っ張って成長しておられるのでね、まずその家庭の事情を解決一緒にできるもんであれば解決しないと戸籍取得までに手続きすら入れないこともあるのでね。この日、市川さんはかつて支援した男性の近況を知るため山口県に向かいました。びっくりしないで大丈夫だから。最初ね、雰囲気が変わったんじゃない？今びっくりしちゃったね。ごめんね。山口県宇部市に住む満さん32歳です。市川さんと出会うまでの30年間、無戸籍者として生きてきました。いろんな苦労を味わったそうです。さ、戸籍ができた時にさ、早く働きたいとかって言ってたじゃない。どう今は？今はやっぱそういう集団でやることに慣れることが大事だなと、まずはそういうのから団体でおることに慣れていこうと思ってますね。なんかすっかり大人になったね。びっくりした。こんなにたくさん話してくれるから私ちょっと嬉しいんだけど。父親の話によると、32年前のある日、母親が生まれたばかりの赤ちゃんを連れ帰ってきました。それが満さんです。誰の子なのか父親は何度も問うたそうですが、ついに母親が真実を語ることはありませんでした。理由はわからないままです。この間、満さんの出生届は出されず、家で隠れるようにして生きることを強いられました。義務教育を受けたことは一度たりともなく、健康保険証がないので病気になった時も医者に診てもらったことはありません。一度母にどう小学校自分は行かれんのかって聞いたら、今市役所に問い合わせちょるみたいな、嘘だとは思うけどそういうふうに言われて、
あ、そうなんだ、じゃあ待っちゃったらいいんやなっていうぐらいですね。学校行きたいなっていう思いはなかったですか？あっても聞いてもはぐらかされるんで、いつしかもう聞かなくなりましたね。何回聞いてもはぐらかされるので。事態が動いたのは3年前のこと。満さんの置かれた状況を案じていた姉が市川さんに相談したのです。今さら出生届は出せないと頑なに拒んでいた母親が病に倒れたのがきっかけでした。市川さんは満さんと市役所を訪ねますが、たらい回しに遭い、ことは一向に進みません。宇部市に出向いたのは実に15回。ある日、一時期通った幼稚園にあった卒園アルバムに写る満さんを見つけます。これで年齢が分かったことが決め手となり、去年1月30歳にして戸籍を手に入れました。生きた証を探すことは容易なことではありません。新たな人生を歩むことになりましたが、解決しなければならないことはたくさんあります。一つは名前と住所以外の漢字が書けないこと。全く学校に通っていないので計算も苦手です。まずは小学校低学年レベルの問題から始めています。足し算とかはどうなんですか？軽いのならできるんですけど、やっぱりそうね、3桁とかになっていくとちょっと考えてからじゃないと無理ですね。九九とかはどうですか？九九もちょっと無理ですね。もう会社行っても算数とか必要される時があるでしょうから、もう分からないじゃいけないなと思ってちょっとずつやってますね。そしてもう一つ、他人との集団生活に慣れることです。まずは清掃ボランティアに参加し、社会の一員になる準備をしています。この日、市川さんは本業であるイベントの仕事です。新型コロナの影響で人が集まるイベントはすっかり減りました。これで25個。だから片方のキャラクターのボール1個がこの中から5個か。この時、思いもしなかった偶然の出会いが。それはスーパーボールすくいをしていたグループの一人が声をかけてきた時のことでした。戸籍のない人を支援してるんですよ、私。ピンとこないよね。例えばお母さん子供産んだ時に出生届出すでしょ、市役所に。こっちお母さんその出生届出されてない子供が大人になった人とか。今言ったのが、本当にそれなんですよ。ほんで結婚したいけど母国にタイやからなくて、でも日本で育って生まれてみたいな。出会った女性は戸籍がなくて困っているというのです。ここに私の携帯番号書いてあるんです。で、もしあれやったら、もし連絡先教えてもらえるんだったら LINE でずっとやり取りしてフォローができる。三重県でもどこでも私全国活動してるから大丈夫。イベント会場で偶然出会った戸籍がない女性。やはり国が把握する800人という無戸籍者の数は実態を把握していない。
市川さんは改めてそう感じました。なんで買ったんじゃ。それしかない。パッケージが。市川さんに声をかけてきた舞さんと龍二さんです。6年前に交際を始め、今は一緒に暮らしています。舞さんは学童保育の指導員、龍二さんは食品関係の仕事をしています。舞さんはタイ人の母親と内縁関係にあった父親の間に生まれました。周囲の支援があり、住民票はあります。でも戸籍がありません。裁判所へ届け出れば、未成年なら戸籍を作ることができる仕組みを知りませんでした。今、舞さんには叶えたい夢があります。龍二さんと一緒に温かな家庭を築くことです。それは舞さんが幼少期から願い続けていたことでした。普通に憧れます。なんか他のお友達の家行ってもパパがいてママがいて、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかいる人もいるから、すごいいいなと思ってて、ずっと片親やったから、なんでうちにはっていうのがあったし、だから自分の子供にはそういうなんでうちにはパパがいないのとか思われたくないなと思ってて、だから仲良くしていきたいなみたいな、仲いい子、クレヨンしんちゃんのファミリーに憧れてます。戸籍がなくても結婚することはできないかと思い、市役所に相談に行ったことがあります。でも戸籍がないと婚姻届は受理できない。それが市役所の担当者の答えでした。結婚について話し出すと、舞さんと龍二さんはしばしば口論になるそうです。僕は全然そういうの知らないんで、でもこっちの意見も言っても知らんくせにみたいな感じ言われるから、やっぱ腹立つし、それはそれで、じゃあ自分でしろやっていう風にもなるしみたいな感じで言い合いになる。うちばっかりにさしてお前も当事者やん、なんでやらへんねんっていう風なんとか、バチバチ喧嘩してって感じですかね。ほんだら面倒くさいんやったら別れたらいいやんとか、そういう風な喧嘩とかしたな。りゅうちゃん行くで。一緒に経験して、一緒に乗り越えて、一緒にいい夫婦にならなあかん。戸籍を得て2人が結婚するにはどのような方法があるのか、その手立てを調べようと、この日市川さんは舞さんと龍二さんと共に伊賀市役所を訪ねました。一度は前例がないと追い返された窓口です。電話させてもらってるんですけども、タイ国籍として住民票に登録されてると思いますので、タイ国籍の方としての手続きが必要になるので、そのタイでのその添付書類がこういった書類が必要になるんです。で、独身証明書、もちろん結婚してませんという証明書と、多分タイの言葉で書かれているので、その日本語訳をつけていただくのと、その居住証明書というのが、向こうにもあるんですけども、ちょっとこちらもそのタイの言葉で書かれているので、その日本語訳にしたものをつけていただいています。これは私向こうに行ったこともないし、ってなってもこのやつが欲しいんですか？そうですね、タイ国の方がその日本に住民票の登録していただいている場合ということで、こういった書類を大使館から領事館の方で申請をしていただいて、それに対する日本語訳をつけていただいているんですけども、2人の後ろに立ち市役所の担当者の説明を聞いていた市川さん。ついに我慢ならずに、タイに一度も行ったことないんですよ。なんで相談に来てるんですよ。自分がタイに行ったことない。で、タイ国籍取るにしても、タイ国まで行かなきゃいけない。もう成人になってるからね。
未成年じゃないから彼女が本国で取らないといけないんですかね、その辺のそれが分かんないから来てて相談に、なんとかそれを市役所の方で、手助けして協力してもらえないかという相談に来てるんですよ。そうですね。全くうちではできません、前例がありません、じゃあ変えてあんたらまた路頭に迷ってくださいというふうなふうにしか聞こえないんだけども、そうじゃなくて協力して一緒に探しましょうというスタンスではない。いやそういうわけではないんですけども、そういうわけじゃないでしょ、助けてくれて日本のこういったいろんな手続きのことに詳しい市役所の人が教えてくれないと、私らにはできへんのよ。そういったご事情も今お伺いさせていただいてます。そうでしょ、聞いてくれて、その相談できるとこじゃないんですか。そうですね、相談は受付させていただいてるんですけども、でもう一つの相談は、婚姻が難しいっていうことはその書類上前回から彼氏が来て聞いてるんですよ、ね、その時にただね、事実的にはもう婚姻状態にあるわけ、この人たちは夫婦関係にあるわけで、その中で子供ができてしまう可能性っていうのあるでしょ、これはその人間としてね、結婚の自由もそうだけど、結婚の自由っていうことはね、子孫を作るっていうことを誰にも制限されてはいけないことだと思うんですよ、あなたたちが前例がないからそんなことはできませんっていうふうにここの前回彼氏を追い返してるんですよ。一旦お返しいただいている方、それは追い返したになるんです、相談来た方にしてみれたら。そうじゃなくて、じゃあ今のまま子供ができた時、じゃあ放置する？それは作るなっていう？いやそれはその出生届は出して生まれた時点でで彼女には国籍がないわけじゃあどうしたらいいのっていう相談も乗ってほしいんですよ今回、だから簡単にできませんって言わないで探して一緒に方法を。わかりました。もう一度確認お願いします。よかったね、聞いてくれる人でね、優しい人だったね、優しい。母親の母国であるタイに遡って出生届を出せば結婚への道が開けるかもしれない、そうアドバイスされました。一歩前進です。伊賀市役所を訪ねてから10日が経ちました。舞さんと龍二さんが具体的な手続き方法を教えてもらう日です。もちろん市川さんも一緒。窓口担当者は大阪にあるタイ総領事館に連絡を取り、結婚のために必要な書類について調べてくれていました。流れとしてはまず、久間高原役場にそのお父さんの認知の情報のある証明書をもらいます、でそれを外務省に送る。送ってあと出生届ですね。そのメモもらっていいですか？ごめんなさい。これを先にするんやね。はい。ありがとうございます。25年経ちましたが、ちゃんと受理無事にできたらいいなと思います。いけそう？いや、皆さんいてくれるので頑張れるかなと思います。頑張りたいです。この日、舞さんは市役所の担当者に教えてもらった通り、必要な書類を揃えていました。厚くて高いと思えた壁を今2人で乗り越えようとしています。サマナ？音中。出るぞよ。
願いします。入れた。投函したのは亡くなった父親の本籍がある役所に提出する書類。夢への一歩を踏み出した舞さんと龍二さんです。親が悪いわけでもない、本人が悪いわけでもない、何が悪いわけでもないんだけども、責めたらダメ、責めたら手続きが何も進まない、しないままに終わってしまうから、無戸籍者自身はそんなところへ出ていくのも恥ずかしいって思ったり、お金がかかるからどうせ無理だって思い込んでたり、その無戸籍だからって学校行けないとか病院行けないとかっていうのを勝手に思い込んだりしてるのよ。そうじゃないっていうことをね、当たり前のように言える社会に一緒にしてってほしいな。一緒に無戸籍者も同じ人間で、役所に届けが出てるか出てないかだけだから、助け合いですよ。今年8月、市川さんはシングルマザーの美佐子さんを訪ねました。あら、子供部屋ができたか？あら、切ったのそれ？いつ？だってこの間まだ長かったよ。お前まだほやほやじゃん。住民票を得てから1年、市川さんの助けもあり、2人の娘たちは父親の認知を受け、今年中にも日本国籍を取得できるめどが立ちました。残るは美佐子さんの国籍取得です。どうするかな。寝坊することはないよね、私たちが迎えに来るのは。私はもうだってもう寝てないから最近。寝れん？寝れない。もう夜ずっともう9時過ぎちゃうともう無理。蘇っちゃうから。お母さんが。でも最後会えたからね。会えたん？会えたん？よかったね。このコロナ禍だとね。3日前、フィリピン人の母親が亡くなりました。失意の中でも美佐子さんはくじけません。この日、在留資格を得るために市川さんと東京入管に向かいました。娘2人の国籍取得のめどが立ち、不法滞在者として強制送還となる恐れが低くなったと市川さんから助言されたからです。亡くなった母親のためにも手続きを進めたいと願います。彼女たちの国籍が正式な決心が下りたことを入管にお知らせして、同時に美沙ちゃんの、国籍認めてもらえるようにフィリピン大使館に掛け合うこと、ここからが始まりです。まだ最初みたいですけど、ここが分かっただけでも進んでますので、これすら分からなかったから。まあ美沙さんとしては入管来るの嫌って言ってたじゃないですか。嫌でしたね。だけどやっぱり来ようっていうのは母親のためです。母親がやっぱ一番なんだろうな、多分後悔してることだと思うんで、もうこれだったら本当に安らかに眠ってもらうように頑張って取得するっていうことを約束して、引き続き伴走していきますよね。お腹空いたな。ご飯食べようや。戸籍がないことで存在しないとされ、教育を受けることを許されず、
就職や結婚ができない、そんな人たちがいます。でも少し手を差し伸べるだけで戸籍がない人たちにも日が差すことはある。市川さんはそう信じ、小さき声を聞きます。